皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。このチャンネルでは日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなど、優しく自然な日本語で、たまに時々難しい日本語でお話ししています。日本語を勉強している方も、なんとなく私の話が聞きたい方も、ぜひリラックスして聞いてみてくださいね。今日はやりたいことがわからないについて少しお話ししていこうと思います。なんでこれを話そうかなって思った理由は、実は私も昔わからない、やりたいことがわからない、私のやりたいことってなんだろうってとても考えた時があったからです。就職活動の時、会社を選ぶ時に自分のやりたいことがわからなくて、とってもたくさん悩んだこともあったから、この話を通して、何か皆さんの参考になることがあったらいいなと思って、お話ししようと思います。まず私のやりたいことがわからなかった過去の話、昔の話を少ししようと思います。正直前6年間働いていた職場は、やりたいことがそこの会社にあるから入社したわけではなかったんですね。なんか説明会っていうのがあるんですよ。会社が一つの大きなホールにいろんな会社が集まって、私の会社ではこんな仕事をするんですよっていう紹介する説明会があるんですね。それに参加した時にそこの会社の人がとても雰囲気が良くて、なんかとてもいっぱい笑ってるし、なんか優しそうだなって思って、そういう気持ちで私は入社しちゃったんですね。この仕事がやりたいからっていう気持ちは、正直、薄かった、小さかったっていうところが正直なところです。本当はこれがやってみたいとか、そういう理由で仕事を決めるのが本当はいいと思うんです。なぜなら、私も実際入社して分かったんですけど、職場の人はいい人でも、やっている業務が自分のやりたいこと、自分に向いていないと、とってもその仕事のやっている時間がすごく辛くて苦痛になってしまうんですね。私のその仕事の一つにデータ入力っていうのもあったんですよ。ひたすら、会社の賃金をパソコンに入力していく。数字だけをただ235、46、789、256みたいな入力だけを、やるっていう仕事もあったんですよ。それって一回やれば終わりじゃなくて、それが毎月、毎日、毎週、毎日続く仕事でもあったんですよ。正直私は体を動かすのが好きなんですね。なのでずっと3時間も4時間も5時間もずっと座ってるのが本当に耐えられなかったです。なのに6年働いていました。その作業中はもちろん中には、楽しかったこととか、お客さんとのやり取りでお客さんの場所に行って、お話ししたり、するのはとても楽しいと感じたこともありました。でも人見知りでもあるので、緊張もしていたんですけど、ずっと入力をするよりはまだいいかなっていうそんな感じでした。なんか数字を入力するのって永遠と終わらないことをしているようで、死ぬまで数字を入力するのは本当に嫌だって思っちゃったんですよ。なので、一度嫌って思っちゃうと、なんかそれって本当に辛くて、早く、退勤仕事が終わる時間来てくれないかなって
時計を見ちゃうっていうこともしてました。あといろいろ職場環境も実は良くなかったんですよね。そんな中でこのまま永遠にこの職場で、やりたいこともやらずに死んでいくのはなんかとっても悲しいし、一度きりの人生だから、なんかこのまま終わるのは本当に嫌だなっていうふうに考えるようになったんですね。働いてると時間に制限があるじゃないですか。自由に遊べる時間とか、自分が自由に使える時間が、限られてしまうと思うんですね。例えば朝の8時に起きて、夜の7時に家に帰ってきて、それからお風呂に入ったり、ご飯を食べたり、洗濯物をしたり、そういうことをしているといつの間にか夜の10時とか11時になってて、体も心も疲れているので、自分のやりたいこと、これやってみたいとかそういうこともできないし、やってみたいっていう気持ちがなんか出てこないっていう現象が起きてしまっていました、私は。で、なんか、寝てしまって、スマホを、じゃあ動画でもアニメでも見ようかなって思って、スマホをいじってると、なんかいつの間にか朝の7時になっていて、もうちょっとでもう出勤だ。もう会社に行かなきゃって思って、そういう毎日を1週間、1ヶ月、1年ってやっていくと、うん、なんだか自分がこうしたいとか、これやってみたいとか、そういう気持ちがどんどん湧かなくなってしまったんですね。もちろん土曜日と日曜日はお休みだったんですけど、たまに土曜日が出勤あったりしましたが、土日が休みの時は、土曜日は、1週間、月曜日から金曜日までの1週間分の疲れを取るために、一日中寝てしまう。そして、日曜日は、布団を干したり、掃除をしたり、家の家事をするので、終わってしまうっていう状態が続いていました。そういうことをやってると、自分がやりたいっていう気持ち、こうしてみたいっていう気持ち、こうなりたいって気持ちが、こうなりたいっていうのを考えるスペースが脳みそになくなってしまうですね。日々の生活を生きるっていうのに一生懸命で、考える余裕がなくなってしまいますよね。どのようにして私がやりたいことを見つけたのかっていうと、まずはできることから少しずつやってみることにしました。その一つが仕事帰りにフィットネスジムに通うっていうことでした。時間がないはずだったんですけど、通い始めてしまうと、なんとかなりましたね。ジムではいろんな年齢の方もいて、職場とは違った、お話ができて、とても息抜きができる時間でした。レッスンもいろいろあって、ダンスとか筋トレとか、音楽に合わせて踊ったりとか、ヨガとかピラティスとか、いろいろやって楽しいっていうふうに思いました。仕事が苦痛だった私の唯一の楽しみでした。そのやっていく中で、ピラティスとかヨガに本当にハマって、特にピラティスは筋肉とか骨の仕組みが知れるので、面白いって思って資格も取りに行きました。会社でやる仕事って受け身で自分がこうしたいとかそういう気持ちよりも、これやっといてね、わかりましたっていう仕事が多かったんですね。だから、ワクワクとかやってみたいっていうそういう感情がなくて、モチベーションも低かったです。
でも自分から選んだことって、やりたい、もっと知りたい、やりたい、楽しいっていう風になるので、どんどん学んでいこうとするし、とてもポジティブな気持ちになれるんですよね。日本語の先生も YouTube もやりたいって思ってやっていることなので、もっとこうしてみたい、こうやったらどうかな、楽しいってなって時間も忘れてやってしまうんですよ。それはもちろんこうして見てくださっている方もたくさんいて、そして素敵なメッセージもくださる方がいて、ありがとうって言ってくださる方がいるからありがとうって言ってくれる方がいるからこそ思えることだと思います。このポッドキャストを聞いてくださっている方には本当に感謝しています。ありがとうございます。そもそもなんでやりたいことをするのが大切かっていうと、したくないことをすると前も言ったように心と行動が、違うので、摩擦が生じる摩擦が起きるんですね。そうするとスムーズにいくことも、本当ならトントントンって成長できることも成長できなくなってしまうと思ってるんですね。またなんか辛いなって思ってやってることって、大丈夫って自分の心は思っていても、いつの間にか体に症状が出てしまうこともあるんですね。例えば気持ちが悪くなってしまったり、お腹が痛くなってしまったり、眠れなくなってしまったり、病気になってしまうこともあります。反対に心と行動が一致していると、頭の中にドーパミンっていう物質も出るんですよ。そのドーパミンはモチベーションとかやる気とかそういうのに関係していて、結果としてパフォーマンスが上がるんですよ。それでなんか成功しやすかったり成長しやすかったりするんですね。私も自分のやりたいことがなかなかわからなかったんですが、まずはやれることからやってみる。できることからやってみる。私の場合は仕事帰りにフィットネスジムに通ってみるっていうことから始まって、ピラティスも撮ってみたし、YouTube もやってみたいっていう気持ちから始めて、そして今は日本語の先生もやっています。できることからできる範囲で少しずつやってみる。それが大事だと思っています。最後に私が皆さんにお伝えしたいことは、仕事が忙しくてなかなか時間がない方、疲れていてやってみたいことを考える元気がない方、いると思います。でも例えば今日の夜はお風呂に入浴剤を入れてスペシャルなお風呂にしたり、スーパーに行って仕事帰りスーパーに行っていつものは絶対買わないようなちょっと高級なお寿司を買ったり食べ物を買ってみたり、アイスを自分にサービスしたり、そんな小さなことでもいいので、自分のしたい、こうしたいかも、あれ食べたいかも、あそこに行きたい、あそこに行きたいかもってことを少しずつでもいいので、叶えてみてください。叶えてあげてください。小さなことでもいいので、自分にしてあげてくださいね。そしてどんなことをしたのか、してみようと思うのか、ぜひコメントで私にも、この動画を見てくださっている皆さんにもシェアしてみてください。それを読んだら私もとても勇気や元気が出ると思うし、それを読んだこの動画を見てくださっている他の方も、きっと元気や勇気が出ると思います。皆さんの生活に少しでも嬉しい、楽しい、ハッピーっていう気持ちがたくさん生まれることを私は願っています。
皆さんの日々の生活に、嬉しい、楽しいと思える時間が増えたら私は本当にとても嬉しいです。では今日はやりたいことがわからないをテーマにお話ししてみました。どうでしたか？この動画が良かったな、もっと違う話も聞いてみたいなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録といいね押していただけたら嬉しいです。それでは今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ。またねー。